Welcome to the second episode of this series, Spotlight. Last time, we featured Accent, a band made up of 3 talented young musicians who performed a cover of Don't You Tell Me when they were younger. Today, I'd like to introduce you to a newly formed band from Sendai called Stargaze. どうもスターゲイズです。よろしくお願いします。J'ai découvert Stargaze en regardant un stream de Réadmire qui réagissait au son Searchlights. Et bien que le groupe n'ait pas sorti beaucoup de chansons, j'ai tout de suite accroché avec celle-ci et je l'ai ajoutée à ma playlist. Depuis, j'ai eu la chance de discuter assez régulièrement avec Nodatan, le guitariste de Stargaze, et les membres ont accepté d'enregistrer une interview vidéo. Lorsque j'étais au Japon, j'ai reçu un colis avec pas mal de merch, des stickers, un stage pass et une carte avec un message écrit par chaque membre. Stargaze n'est encore qu'un petit groupe amateur qui joue uniquement dans la préfecture de Miyagi, mais je pense qu'ils ont le potentiel de grandir, de faire d'autres chansons, de jouer dans des plus grandes salles et peut-être un jour de sortir du Japon, qui sait. But don't expect just an interview. Surprises are waiting for you right after it. We're also doing a giveaway for a live stream ticket to see Stargaze perform live at the end of the month. So make sure to stay until the end of the video. Don't forget to activate the subtitles as this interview will be entirely in Japanese. Enjoy this interview of Stargaze. はい、スイです。ボーカルです。お願いします。お願いします。ギターの野田さんです。よろしくお願いします。そうみんなでもね。ベースのモカタです。ドラムのヤッシーです。よろしくです。出身地っていう質問なんですけど、出身地はみんな宮城県みたいな。はい。宮城県仙台市のスターゲイズです。2023年だと思うんですけれども、私があるバンドに、ギターを弾くことになって、でその場にいたのが、スーイちゃんで、声をかけて、結成されたのがスターゲイズで、そこからベースとドラムを誘うことになったんですけれども、別々のお互いに知り合いだった音楽の知り合いだった八島さんとモカタ君が加入したのが大体2023年の夏ぐらいだったかなと思います。で、スターゲイズというバンド名なんですけれども、このバンド名はもともと自分が新しいバンドを組もうと思っていて、でなんていうバンド名がいいのかなってまだ誰ともまだ会ってない、本当に自分の中で次のバンドはなんてバンド名にしようかなっていうふうなことを考えていた時に、スターゲイザーっていう曲は結構あって、でもスターゲイズってどういう意味なんだろうっていうふうなのをググってみたら、星を眺めるとか、ただそれだけじゃなくってこう空想するとか物思いにふけるとか、そういった意味もあったので、自分が作っている、曲とかメッセージとかもそういった結構自分の内省的な、
思いとかを歌ってるものが多かったので、その名前がいいなっていうふうにずっと思ってて、でその中でみんなと出会ったので、スターゲーズという名前をそのまま当てはめることにしました。自分の曲作ってみたらいいんじゃないですか。ワンチャンいけるっすよね。いけるっすよね。いけるっすよね。基本的に自分が、デモを作ってこういうのやりたいとかある程度固めてみんなに共有して、それをみんなの意見を取り入れながら膨らませているようなところで、理由が特に自分がメインのコンポーザーである理由とかっていうのは特にはないんですけれども、なんでみんなで今度ねちょっと挑戦してみたりしたいですよね。で、スイちゃん作詞はなんか前やってたよね。やったことは経験はありますよね。スターゲーズでは今のところ全部野田さんが歌詞を書いているんですけど、機会があったら、ね、やりたいですよ。いいっす。お待ちしております。はい。そうですね。なんかこういろいろ生活の中でこの曲いいなとか、その他のバンドにインスピレーションを得るっていうことは、言っちゃうと結構多いですね。激しい曲やりたいとか、それとももっと歌を聴かせたいとか、それともなんかこうもうちょっとメロな曲をやりたいとか、そういう風な漠然としたイメージからで結構あるのが、そのドラムになんかこうフレーズから考えることは結構多くって、でそれにギターを当てはめて、で結構プロセスの中でやっぱりメロディーっていう風なのを特に大切にしていて、でそのメロディーに対して、次は今度歌詞を当てはめていくんだけど、なんか結構そこで大事にしてるのが、なんか自分で泣けるかどうかみたいな、自分が感動できるかどうかっていうのはすごく大切にしてて、なんかわあめっちゃいい曲だこれっていう風なのがあるかどうかっていう風なのはみんなと共有する前にすごく意識しているところではありますね。でデモっていうのを結構自分のところで作り込んでからみんなと共有して、でスタジオでみんなにいろいろご意見を頂戴しながらですね固めていってるようなところで OK ですかね。 OK。でも結構大変、そのまま意見通らなかったりすることあるし、3対1ではい、ありがとうございます。さっきマクドナルドでですねちょうど話してよねもうね、なんかやらせていただいてたまに飲み行ったりするんですよね、みんなで4人で。でも会った時なんかこの俺と野方君の話、スイちゃんなんかね、お前本当競馬の話しかしないみたいな競馬とパチンコそれ伝わるのかな、これなんかニュアンスがギャンブルロマンロマンを持ってる、そうそんなことをだよね。何するかっていうとスタジオで、そうですね、基本スタジオワークが多いですよね。みんな忙しいからね、なかなかこう4人の都合が合うっていうこともなかったりするので、あった時は結構真面目にやってるかなとは思います。でもまた飲みに行こう。はい、行こう。音楽の役割、人生における役割。楽器始めたのは吉間さんいつ頃でしたっけ？高校3年生ですね。野方君は中学校3年。スイちゃんはなんかもともと吹奏楽だったんで、部活動で吹奏楽ブラスバンド所属してて、中学1年生から6年間黙ってだったんで、ドラムとかやってじゃあちょっとね、叩くちょっと聞きたいね、ちょっとね、ダブルドラム、ツインドラム。ロールが得意です。それちょっと見たいですね。吹奏楽の細かい音がでもボーカルやり始めたのは割と最近
比較的最近なんだよね。まあ、これで5年ぐらい。自分はもう中学校くらいからかなとは思いますが、まあ、なんかこうライフサイクルの中の一つっていう感じで、何かこう、そうね、うちら学生の頃はもうひたすらとにかく練習するとか、もう早く弾けるようになる、これをフレーズを叩けるようになるとか、そういうことはあったけども、あんまり俺30分家でギター弾くってもう大人になってからはめちゃめちゃ練習するっていうことはなくって、でも考えることは多いかなっていう。だからその人生の中のまあ一つかなっていうふうに俺は思うんですね。私はそうですね、結構ジャンルは幅広い、まあ、日本の音楽と、まあ、海外の音楽、まあそうですね、まあ名前を挙げるとすれば、最近はとにかくブリング・ミー・ザ・ホライズンがすごく好きですね。もともと結構ニューメタルとかミクスチャーとかスクリームとか海外のポストハードコアとかそういうのには影響を受けてたのと、まあ、それより前には日本の音楽まあ、ビジュアル系と呼ばれているものから、まあ、ハウスとかもそうだし、ジャジーヒップホップとか結構いろいろ幅広く、もちろん J-POP も好きですけども、今すごく聴いているのは、まあ、ブリング・ミー・ザ・ホライズンをずっと長くは聴いてますね。スイちゃん。ジャンルで言ったらアイドルですね。カラフル。が、あとは J-POP とかもいいっすね。聴けますね。いっぱいアイドルですね。なんかそのやっぱりスイちゃんのその感じと今の自分の音楽と、そのなんかちょうどいいところがこうバランスが取れてなくて、こううちらの魅力っていうのも結構形成されてるところもあるのかなって思ってるところがあります。僕はジャンルで言ったらアニメソングとあとは海外のスクリームとかも好きです。インスピレーションを受けるのはファンクとか R&B とかブラックミュージックとか、こっちの洋楽のリズム、グルーヴの音楽の方がインスピレーションは受ける。今まで三者三様ですけれどもね、東野さんは。でも普通にね、6、70年代ロック、まあ、少し、ジャペンとか、すごいみんなバラバラなね。みんな守備範囲が広い。広いね、だいぶ広い。そう。ひっくるめてスターゲイズ。でもスイちゃんの歌はスターゲイズ。そう。これ俺たちの3人のバックボーンにスイちゃんの歌が乗っかってるよみたいな感じのやつをやらせてもらってます。はい。ということなんですけども、今レコーディングをしていて、でミックス、まあちょっとリリースに向けて、準備しているところなので、今年もいろいろねお届けできればいいかなとは思ってます。難しい質問ですね。でもなんかもっともっと大きいステージ、例えば今度バンドメインにも出るけれども荒ばきのステージに立ってみたいっていう夢はあるし、いろんな人に出会って自分たちの思い、好きな音楽とか共有して、その中で得られる感動とかを大切にしていきたいなっていうふうには思うので、それがまあプロ、音楽で飯を食うことというふうな直結するかどうかっていうふうなのは何とも言えないですけども、真剣に音楽をやっていく中でいろんな人と出会えたらすごい楽しいなっていうふうには思うし、それが大きいステージだったらなおいいかな、ましてや海外だったらね最高にいいかなって思いますけど。やっぱやってみたいですね。東京ワンチャン行ってみたいですよね。ちょっと軽率に、行ってみたい。大阪もいいっすね。みんな行ったことあるんだっけ、県外とか。ライブで。ライブで。東京はあります。大阪はない。もう大阪ライブってのはないな。やりたいっすね。東京から1個ずつちょっと結構大変ですけどね。東京の次神奈川で結構寄るところが多いですね。そう、その前に福島は結構遠い、東京までも遠いですよね。急いで行きたいと思います。緊張ってみんな知ってます？ない。そう。いつも通り
やる。だからでも終わった後はなんか結構なんか俺が覚えてる限りなんかそんなにこうずしーんって感じはなくてなんか良かったなみたいな感じで結構俺はなんかライブ終わった後はなんか最高優勝みたいななんかサボテン状態になってる IQ0 みたいな感じ最高スコンポってなってることが結構多いからすいちゃんまあライブ終わった後はああよかったな楽しかったなの気持ちですね。ライブ前のライブ前はあんま緊張とかしないのあんま多分しない方だと思う。歌詞を間違えないようにっていうことだけちょっと考えてる。今日も実はライブの前にちょっとこれ撮影してるんですけど今もうなんか頭の中でなんかテスト前みたいな状態なんだからでもずっとこうなんか歌詞を最近はもうカンペも言ってる。こら絶対に間違えられない。歌詞数レンジ最初とか最後。ああなるほど確かにあそこ間違えたらみんな笑っちゃうよね。そうあすみちゃんごまかしたってなっちゃうから。全員それあるけどねそのパートから始まる曲ってめちゃめちゃ緊張するっすからねそこはねやっぱ集中しないといかんなと思ってやってます。ありがとうございます好きな食べ物は何ですかスイちゃんセロリ。セロリセロリじゃん食べ物すげえ。セロリ。なんかねこれさスピーディーに答えられるからなんかツッコミセロリが好きなの俺ラーメンですたこ焼き。もうスイカ。ツッコミの声嫌いな食べ物は何ですか杏仁豆腐。スピーディーにいけないよ。そう俺嫌いな食べ物なんだ嫌いな食べ物ねなんだろうな俺嫌いな食べ物あんまないっすねすごいね。トマト。もう何パクチーとかいけない。いける。美味しい。セロリであパクチー違う癖のジャンルが違う。杏仁豆腐はさ好きな食べ物の方じゃないいや癖が。そう。セロリの癖は好きだけど杏仁豆腐の癖が。逆杏仁の何がでもなんかそれっぽいなんかドリンクとかもあるじゃないですかそれダメです。あの香りみたいな杏仁をちょっとでも感じると好きな飲み物は何ですかはい好きなの水。水日本酒ですお茶。お茶日本酒。出た嫌いな飲み物は何ですか嫌いな飲み物。嫌いな飲み物ないの。そう嫌いな飲み物あ俺1個あるから嫌いなのないかなし俺テキーラショットあそういうそいちゃんも酒はそんなにスピーですウイスキーテキーラ飲めないです。あれもそうだねやばいねちょっとスピーディーにトマトジュース。トマト一貫してトマト一番行きたい国はどこですかでもヨーロッパへは行ってみたいな。俺も広いけどそうっすね一度は行きたい。俺もサグラダ・ファミリアであれどこなんか俺いつもパソコンの中の壁紙をなんか日替わりにしてるんだけどそれでいつもなんかここ行きたいなって結構多いから海外もすごい行ってみたいですねで一番好きな国行きたい国っていうとちょっと分かんないですけどヨーロッパは僕もそうですねノルウェー、スウェーデン、メタルスカンジナビア、もうメロディックメタルな感じスカンジナビア地方。何があるんですよ何が北欧が雰囲気をいろいろありますよね。サンタさんにフィンランド。ああなるほど八島さんはやっぱりいっぱい欲しいっすねなるほどヨーロッパ行きたいです好きな季節は何ですかこれでもね今ちょっとみんな花粉症やられてるもんね一番大学いいですよ。確かに確かにね春は結構好きですけどね花粉がなければ春かな雪降らなきゃ冬か。そうですね暑くなければ夏からみたいな俺は夏生まれだ。みんなバラバラな
ですけどみんなバラみんなバラバラ、はバい、自分の楽器以外で好きな楽器は何ですか？これはベースベース？なんか最近ベース弾いてる。最近ベース触り始めお家で練習してますでベースも弾け、なんかスイちゃんギターも前弾いてたよね。とりあえず一巡はしましたすげえ、数位バンドできんじゃん。いやでもそこからではね YouTube でなんか全部スイちゃんがなんかドラムから始まってベース弾いてるかっこいいね全部数位。やばい全部やってみたの10年後ぐらいにピアノも弾けんの？ピアノは弾けないあーまあでもじゃあ楽譜は一応読める一人スターゲージできる。頑張れば一人スターゲージ。一人スター一人スターゲージ。そうですスターゲーズが推だからねそうそう。一人スターゲージ。証明儀だから自分の楽器以外で、ピアノがいいな。俺なんかピアノ弾けたらいいなって思うんですけどね。僕もピアノか民族楽器か系などであー、ケーナいいね。はいベースなんかやっぱり支える感じですね。パパ。もこたくんね、バンドでカバーしてたもんね。僕はこの前調べたら2015年に初めてバンドメイド聴いてて、それから何回かバンドメイドのライブは行ってますね。で、それでその後ここにいるメンバーとはまた別のメンバーとバンドメイドのコピーバンドを自分がギターボーカルでコバトちゃんのパートだねをやりました。好きなメンバーもコバトちゃんかな。ギター、ベースのギター弾いてる。ボーカルもでもなんかまあ印象としてはやっぱりその日本のガールズバンドの中でも本当にその日本の音楽っていうのを押し上げてくれた存在だと思うんで、その世界海外においてだからやっぱりすごいバンドだなっては思うし、今度アラバッキにも出てで日本のキュービニパラベランバレットと同じステージでなんかハードロックとかのセッションやってみたいけど、まあ、きっと盛り上がるんじゃないかなって思いますし、ね、もっと自分たちに、まあ、ついていけるように頑張っていきたいなって思います。2025年に入ってからとても本当にありがたいことに海外の方々に自分たちの音楽を聴いていただいていろんなリアクションをいただいててとても皆さんのサポートに感謝しています。でもっともっと自分たちの音楽をたくさんの人に届けていきたいと思うので、そのためには、皆さんのサポートが不可欠だと感じています。このインタビューを通じて自分たちのことに興味を持ってくれたらとても嬉しいですし、自分たちの、もっともっと何かできることもあれば、表現していきたいなと思うので、これからもぜひスターゲイズをよろしくお願いします。ということで、このチャンネルの動画を最後まで見ていただきどうもありがとうございました。スターゲイズでした。ありがとうございました。Thank you so much to all the members for taking the time to record this interview and answer our questions. To celebrate our collaboration with Stargaze, we're opening a new Discord server with Notaton and giving away one ticket to the Ashfrast 2nd anniversary live stream featuring Stargaze. To enter the giveaway, simply join the Stargaze Discord server, subscribe to their YouTube channel, and post a screenshot of both in the dedicated Discord channel. All the links are in the description of the video. Please, show your love and support for Stargaze so they can continue creating great music. どうも、スターゲイズのギターのノアタンです。今回の私たちのインタビュー動画いかがでしたでしょうか？今回ですね、オーレンジさんの、YouTube チャンネルに、出演させていただきましたということで、私、バンドメイドの Ready to Rock こちらの曲の、ギターの動画を、撮ってみましたので、そちらも楽しんでいただければと思います。撮影に伴いまして、結構私なりのアレンジを、加えてみましたので、その辺も楽しんでいただけたらと思います。それではどうぞ。
ということで、いかがでしたでしょうか。なかなか、普段のスターゲージでは、ないようなフレーズでね、結構自分としても新しい挑戦だったんですけれども、すごく、楽しんでギターを弾けました。私たちスターゲイズなんですけれども、最後にありますけれども、今月7月にですね、新しいシングル、カシスオレンジ、こちらをリリースする予定となっております。ぜひ皆さんリリースされましたら、すごくライブで大切に演奏していた曲なので、聴いてもらえたら嬉しいです。ということで、最後までどうもありがとうございました。スターゲイズのギターのノアタンでした。漠然と未来を語るふりして、どこかでうまくいくって信じていたね。あの頃頼んでたカシスオレンジ、今でも本当はかなり好き。不透明な世界から連れ出してまた溺れさせて、未完成な